自覚の手術についてご説明します。この動画では、1、自覚とは、2、結紮切除術、3、効果療法、4、術後の通院についてお話しします。1、自覚とは。自覚は血管と結合組織からなる部分の良性な病気です。自覚になる部位は肛門括約筋とともに肛門上皮や粘膜を守るクッションの役割も果たしています。長年の排便習慣でこの血管と繊維が大きくなり、支持組織の緩みが起き、出血、肛門からの脱出、痛みなどの症状が出ると治療の対象となります。また、自覚はできる場所により、内自覚、外自覚、内外自覚があります。治療法は薬か手術になります。薬は軟膏を使います。軟膏には出血、痛み、腫れをある程度改善する効果がありますが、自覚をなくす効果はありません。なので、自覚をなくしたい場合は、手術が必要です。手術の方法は、結紮切除術、効果療法、輪ゴムによる結紮療法、機械による吊り上げ固定などがあり、それぞれに適用があります。今回は、当院でよく行われている結紮切除術、効果療法の説明をします。2、結紮切除術。結紮切除術は最も根治率が高い治療法です。自覚そのものを切除します。代表的な合併症には、高出血、痛み、再発、狭窄があります。順番に説明しますと、まず、術後出血は100人に1人ぐらいの確率で起きます。肛門科の手術の大半は、傷口を縫い切らずに終えます。そのため、排便時や排便後などに、術後の傷から出血することがあります。ガーゼに染みるくらいの出血であれば、自然に止まります。しかし、下着やズボンまで血で染まるような多量の出血は自然に止まりません。止血の処置が必要となるので、病院にご連絡ください。場合によっては、腰椎麻酔をかけて止血することもあります。さて、次は、痛みについてです。これは、傷の痛みで、痛み止めを処方します。傷が治れば、痛みと出血はなくなります。傷が治るには、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。そして、再発の可能性は、根治率が高い治療ですが、2から 3% ほどであります。治療も可能なので、またご相談ください。最後に、珍しい合併症として、狭窄があります。傷の治り方で、お尻の穴が狭くなることが稀にあります。術後に便が出づらいときには、ご相談ください。3、アルタによる効果療法。これは、自覚にジオンという薬剤を注入し、痔を固めて小さくする治療法です。注射による治療法のメリットは、傷がないため、痛みが少なく、入院期間を短くできることです。一方のデメリットは、自覚のすべてが対象にならないこと、再発率が高いことです。具体的には、外自覚と呼ばれる皮膚の部分には使うことができません。また、適用を選んで行っても3年間で10から 30% の方が再発します。他に合併症として次のことがあります。まず、重篤なアレルギーの発作が起こることがあります。何か異常を感じたら教えてください。また、術後には、薬液に体が反応をして熱が出ることがあります。自然に解熱しますが、不安があれば病院にご連絡ください。他にも、重苦しいと感じることや、薬液の特性として注入部位に潰瘍を作ることがあります。通常は軟膏塗布で改善します。最後に、
当院ではありませんが、肛門が狭くなり、人工肛門を作ったという症例があります。とはいえ、切除や効果療法の選択については、手術中の所見により変わることがありますのでご了承ください。4、術後の外来。術後、傷の具合、狭窄の有無を確認するために外来通院が必要になります。通常、術後2週間程度で、傷の具合や疼痛などの確認を行い、2ヶ月程度で狭窄などの確認を行い、通院が終了になります。排便習慣は大切です。術後も排便コントロールをきちんとしましょう。治療は適切な選択をすることが大切です。治療方法は医師と相談しましょう。ご視聴ありがとうございました。不明な点がありましたら、スタッフにお声掛けください。他にも消化器や肛門病の説明動画もありますので、必要に応じてご参照ください。